皆さんこんにちは、時丸です。今日は多忙な時こそ捨てるべき5つのことを紹介していきたいと思います。皆さん最近は忙しいでしょうか？春になるとやっぱり新しい会社が始まったりとか新しい学校が始まったりとか何かと忙しくなるタイミングなんじゃないかなと思います。で、僕自身も結構3月は忙しくてですね、旅とかいろんな移動が続いたりとか、自分の事業でいろんな変更をしたりとか、あとは引っ越しの準備をしていたりとか、それに伴う手続きをしていたりとか、で、そういうことをやりながら同時に YouTube 作ったりとか、撮影の仕事したりとか、文章を書いたりとか、出版やったりとか、そんな感じで結構最近忙しいなと思っていて、これどうしたらいいかってことで、自分が実践していることをね、話していきたいと思います。で、忙しい時に大体よく言われるのが、気合で乗り切れとかね。そういうことって結構言われるんじゃないかなと思っていて。で、僕も割とその体育会系で来ていて、バンドマンの頃からね、もうなんか結構写真とかもそうですけど、結構体育会系なところあるんですよ。で、やっぱり20代の頃とかはなんとかその気合で乗り切れみたいな感じでやってましたけど、で、それができるのはやっぱり若い時だけだと思っていて、で、やっぱり30過ぎてくると気合だけで乗り切るにはやっぱり難しい部分があると。だからそのあたりは気合ではなくて、やっぱり設計でカバーする必要があると思うんですよね。で、こういう時にやっぱりミニマリズムが役に立つと思っていて、なんか増やすっていうよりも減らすってとこに行くってことです。多忙であるっていうことは何か自分が行動をしながら、あるいは仕事をしながらやることが増えていて時間がないと感じること。で、それによって脳が疲弊して疲れている、あるいは正常な判断ができなくなるっていうことですね。で、なんかそういう時にサプリメントに頼ったりとか、なんか新しい道具を入れて解決するっていう方法ももちろんあるんだけども、まずは他のものを入れる前に手放すことが圧倒的に大事だと思っています。多忙な時こそね、捨てるべきもの。一つ目は買い物です。はい、買い物を手放していくっていうこと。で、なんか多忙で忙しくなると、そのストレスで買い物してしまうっていう人結構いるんじゃないかなと思うんですよね。で、これ逆に本末転倒になります。自分を悪い方向に向かわせるようなものであって、忙しいっていうことはやっぱりそれに対していろんな判断とか時間のリソースを使われてるっていうことなので、そこで買い物を入れてしまうと、さらにそのリソースを割かれてしまうことになります。で、買い物って一言で言ってもいろんな買い物がありますけど、で、今インターネットで簡単に買うことができますけど、そのボタン一つであってもですね、そこに行くまでに自分が何を買うかっていうことを考えて、で、それについてリサーチをしたりして、そこでいろんなものを比較検討するのにまずものすごく膨大な時間がかかります。そして注文した後も受け取る時間がかかる。で、僕みたいにその一人暮らしの人はさ、なかなか受け取れずに不在票が何回も入ってね、これいつになったら受け取れるんだみたいな、もう不在票で、なんかもうそれ自体が嫌になっちゃう感じですよね。で、何かを買った後もですね、それに対してそれを使ってみる時間だったりとか、その使うために何か学習をしたりとか、そこでね、かなりいろんなね、時間とリソースがやっぱり割かれることになります。だから買い物っていうのはとにかく時間がかかるので、そのような重要な仕事、忙しいことが重なっている時は避けた方がいいです。これインターネットだけでもそれだけ買い物って大変なものですから、やっぱ物理的に何かを買いに行くってことはね、さらにその移動時間、往復の移動時間だったり、お店の中で接客をしてもらう時間だったりとか、余計な時間を使うことになるので、買い物が増えてしまうなって方はその辺を意識するだけでも自分の時間に余裕ができたりします。二つ目はタスク管理です。はい。で、忙しい時ほどやっぱりそのタスク管理をきっちりとやらなければならないっていうことになると思うんですけど、これ人によるんですけどね、結局ね、性格の向き不向きってあるので、きっちり計画を作って、その計画通りに物事を進めていくことが得意な人ももちろんいます。で、そういう人たちはそれでいいと思うんですけど、もともとなんかタスクとか予定を決めるのが苦手だなっていう人は、なるべくその予定を解放する、あるいはタスク自体を作らないっていうことをやってみると、忙しいと思ってるその意識的な部分を半減することができるようになります。で、ちょっと逆説的なんですけど、一方で書き出すってことは大事なんですよね。で、可視化してみると意外と自分が追われていることは少ないってことに気づけたりするので、ガチガチに例えばスケジュールを固めて、この日はこれをやって、この日はこれをやってっていう風にするよりは、自分がこれから1週間、2週間の間に行うタスクだけをまとめて箇条書きするっていうのは、これは結構有効です。で、僕自身もやっぱり3月結構移動が続いていたので、その中で移動とは別に自分がやらなければならないことをやっぱり箇条書きして2週間分ぐらいのですねタスクをまとめてみるということをやりました。で、それを1枚の紙とかページに可視化できると、自分がやらなければならないことは意外とそんなにないんだなって、意外と少ないんだなっていうことに気づくことができます。で、それに気づくことができればもう心は安心できるので、もうあと取り掛かっていくだけっていう状態になりますよね。だから2つ目としては、タスク管理を手放すというよりかは
はタスク管理自体を簡易化していく、簡素化していく。そうすることによってこれから2週間あるいは1ヶ月先ぐらいまでの自分がやることを明確化して思考をシンプルにするっていう、そういう方法です。捨てるべき3つ目は新規の約束です。で、この新規の約束というのは必ずしも他者とかね、友達とか知人から来るような約束だけではなくて、自分自身への約束も含むというところがポイントです。今すでに忙しいって感じているってことは、ものすごくその予定だったり、誰かと約束をしていたり、自分自身に約束していることがたくさんある状態ですよね。で、その約束を達成するために今忙しいっていう状態になっているわけですから、これ以上に新しい新規の約束を増やすと破滅へと向かいます。だから新規の約束ことは一旦ストップするということをやってみてください。で、これは小さな約束でもバカにならなくて、友達とカフェに行くみたいな約束をそこに1個入れるだけでもですね、結構スケジュールが圧迫されて、さらに忙しくなるということになります。で、先ほど自分自身の約束と言ったのは、やっぱり自分自身に対して、例えば、英語の勉強をやっている人であれば、英語の勉強をこれくらいやるとか、で、新たにそのプログラミングの学習をし始めるとか、あるいはそのものを作っていたり、発信をしていたりして、さらに新しいものづくりを始めてみるとか、そういうことをこのタイミングでやってしまうと危険な状態になることになります。忙しい状態というのは今もう嵐の中にいるような状態ですので、その嵐が一旦過ぎ去るまでは新規の約束は停止しておく。で、そういう時に限って何か新しいね、その新規の約束だったりとか誘いとかが来たりするんですけど、でもそれを一旦止めておいて、で、今やることに集中をする。で、それを終わらせてから次に取り掛かるっていう風にした方が自分の満足度も上がるし、その約束の成功も上がると思います。4つ目は低報酬の仕事と低納得の案件です。で、これは仕事の話になるんですけど、例えばクライアントワークをしている人であれば、やっぱりその仕事が重なるタイミングってあると思うんですよね。で、僕自身もそのカメラマンを主軸としていた時はですね、やっぱりその仕事に仕事が重なるっていうことが多々ありました。どうしてもね、この木曜日だけにその撮影が集中するとか、この同じ曜日にですね、同じ似たような依頼が3つくらい来て、で、どうしても受けられませんみたいにお断りするみたいなことが結構あったんですよね。だからやっぱり特にフリーランスで働いている人はそのような忙しい時期が重なるっていうことがあります。で、その時にやっぱり考えなければならないのは、これちょっとシビアなんですけど、低報酬、つまり報酬が安い仕事と、あとは低納得、自分の納得感が低いっていう仕事ですね。そういうものをシビアなんですけど断る必要が出てきます。で、そのようにやっぱり仕事が立て込んでいる時に全ての案件とか全ての仕事を受けてしまうと、自分自身も疲弊するんですけど、そのクライアントにとっても迷惑になるんですよね。やっぱりその忙しくないような自分に余裕がある時だったら出せるようなパフォーマンスも、その忙しさによって出せなくなるっていう時があって、その納品するクオリティとかですね、仕事の質が下がるっていうことになります。そうなると、せっかく依頼してくれた側に対してですね、そのクオリティが落ちたものを提供することになるので、お客様にとっても全然それ良くないんですよ。で、さらに悪いことに、その依頼してくる側というのは、こっちのその忙しさとか仕事の重なり具合を知りません。知らないし、そういうの関係なしに、時丸さんにお願いしたらちゃんといいものできてくるだろうなっていうふうに依頼してくるので、その状況がわからないまま全てを受けてですね、クオリティが下がるっていうことは、長期的に考えても結構危険なことなんですよね。だから自分のことだけではなくて、その仕事のクライアントだったり、その仕事に関わる全ての人のために、断るべきものは断るっていうことを忙しい時ほど考える必要があります。やっぱり人間っていうのはどこまでも欲張りというか、欲望の塊なので、儲けるためにね、いっぱい仕事を受けようって思ってしまうんですよね。それで抱えすぎて自分自身がパンクして、で、さらに悪いことにお客様にも迷惑がかかるっていうことに陥りがちですので、その本当に忙しい時こそほど、そのようなことを僕は注意するようにしています。はい、最後5つ目の手放すべきことなんですけど、これは不安から来る過度な情報収集です。不安な時こそ過度に情報を収集してしまうというのは、これは人間に備わっている一つの防御反応です。やっぱり不安な時こそたくさん情報を入れて自分の新しい方向を導き出したりとか、新たな解決に向かおうとするんですけど、それが本末転倒になる場合があります。で、やっぱり忙しい時っていうのは、これまで話したように様々な仕事だったりとかスケジュールだったりとか、まずその物理的な時間、そして自分の身体という物理的なものが占められていると同時に、それに伴って自分の脳内のメモリも常にです
ですね、稼働して足りなくなっているような状態です。それで自分が圧迫されて忙しいというふうに感じている状態が忙しいということなので、それを不安があって過度に情報収集をしてしまうと、それはさっき話した新規の約束と同じで、新規の情報になるわけですよね。で、そこから一つの情報から派生して自分の行動が変容するということが起こるので、情報だから特に困らないだろうと思っても、その一つからですね、例えば、これ極端ですけど、そうだ、京都に行こうとか、そうだ、東北に行こうとか、なんかその新しい冒険とか旅にね、それが派生することがあるんですよ。で、そのような突発的な動きが人生に深みをもたらしたりする時もあるんですけど、今抱えている忙しさとか仕事を全て放っておいて旅に出るみたいなことはなかなか難しいですよね。たまにはいいかもしれませんけど、毎回やっていたらなんて責任感のない人間なんだって呆れられます、それは。あとやっぱり情報を追いすぎるとどうしてもそれによって不安が強まっていくっていうことも起きます。で、この状態は私たちが過去に震災だったりとかパンデミックの時に経験したことですよね。結局考えて不安になって自分の精神が病んでいくと。でもその不安になったことは実際起こらないことがほとんどなのに、それで精神を病んでしまう人たちがたくさんいます。だから不安対策をしようと思って過度に情報収集をすることは、今の忙しさをさらにね、強める方向に働くことがありますので、ほどほどにするのがいいのかなと思います。むしろそういう忙しい時こそですね、やっぱりデジタルデトックスみたいなもの、スマホとか SNS とかから離れるっていうことが重要だと思っていて、やっぱり5日間とかね、まとまった時間離れることによって、それは身体的な活動とか身体的な行動に戻るっていうことでもあるんですけど、少しでもそういうふうな過度な情報収集から離れることによって、またそこの自分の仕事とか忙しさに戻った時に自分の本来の姿とか形がより見えるようになって、その忙しさを乗り越えられる弾みとかきっかけがつくようになります。はい。ということで今日は多忙な時こそ捨てるべき5つのことについて話してきました。これから4月に入っていきますけども、なんかね、もう忙しいってすごくね、いろいろ抱えている方は何か一つでも試してみるのはいかがでしょうか。今日の話が少しでも参考になれば幸いです。このような思考や日々の実践は自分のメンバーシップと無料のニュースレターで書いてますので、ぜひ登録してみてください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。いつも励みになっています。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の放送で。チャオチャオ。